パンダは肉食動物の特徴を持っていますが、竹を主食とし、その可愛らしい外見から多くの人に愛されています。パンダは現在、中国にのみ生息する種であり、そのため自然と中国を象徴する動物として認識されています。中国はかつて同盟国であったソ連に対し友好の証としてパンダを贈りましたが、時が経つにつれて両国の関係は悪化しました。国際的な孤立を避けるため、中国は1972年にニクソン大統領にパンダを贈り、平和的な関係を築こうと努めました。この出来事をきっかけに、アメリカと中国は1979年に正式に国交を樹立することができました。そしてそれ以降、中国は友好国にパンダを贈り、比較的協力的な姿勢を見せるようになりました。閉鎖的な側面はあったものの、習近平政権以前の中国はいわゆるパンダ外交を通じて周辺諸国との協力を図ろうとしていました。習近平政権以降、中国は戦狼外交と呼ばれる攻撃的で強硬な外交政策を展開しています。中国の愛国主義映画、戦狼に由来する表現であり、この映画では中国が世界の秩序を守る強国として描かれ、アメリカは無能であるというメッセージが込められています。劇中では中国が国際社会から尊敬と感謝を受けるべき存在として表現されています。つまり以前の政権とは異なり、中国は自国の国益や立場に反する主張に対して SNS や公式声明を通じて積極的に反論し、その内容を国民にも強く発信しています。中国の国民は中国は常に正しいというようなナショナリズムに慣れ親しんでおり、中国政府もまた些細な批判や喪失に対しても強く反発し、国際社会で摩擦を引き起こしています。しかし、トランプ大統領の過激な関税政策により、多くの中国人が失業し、中国経済も大きな打撃を受けたとされています。果たして中国はこの狼政策を今後も維持し続けると思いますか？